AI が描く絵って、なんだかちょっと不思議な感じがする。そんなイメージ、もう過去のものになりつつあるのかもしれないですね。今日お話しするのは、まるで人間と会話するように、自由自在に画像を編集してしまう、そんな新しい AI の物語です。さあ、この革命的な変化の世界に一緒に飛び込んでみましょう。これから皆さんと一緒にこんな旅をしていきたいと思います。まずはネットを騒がせた一つの謎からスタートして、その裏にある驚くべき技術の仕組みを解き明かし、そして僕たちの創造性がどう変わっていくのか、そんな未来までを一緒に見ていきましょう。事の始まりはですね、ある日突然、誰にも知られることなく、ネットの世界に現れた一つの謎めいた AI モデルの物語なんです。この未知のツールを最初に触った人たちからは、ネット上でもうリアルタイムにこんな驚きの声が上がってたんですね。ちょっと考えてみてください。何の宣伝も前触れもなかった AI が、一体どうやってすでに存在していたチャンピオンたちを打ち勝たしたんでしょうか。その驚くべき経緯を見ていきましょう。このタイムラインで面白いのはですね、その評価が企業の宣伝文句じゃなくて、世界中のユーザーによる誰が作ったかわからないっていう公平なブラインドテストで決まったっていう点なんです。つまり、正体が明かされるより前に、その本物の実力が証明されてたってわけですね。そしてその謎の王者の正体、それが Google の Gemini 2.5フラッシュイメージだったんです。これ、性能を純粋に評価させるっていうマーケティング戦略としてめちゃくちゃうまいですよね。でも、この AI の本質って単なる画像生成ツールじゃないんですよ。ユーザーと対話しながら画像を作り上げる競争者、つまり一緒にものづくりをするパートナーなんです。では、どうしてこんなに高度な編集ができるんでしょうか。その秘密、つまり心臓部ともいえる技術をこれからわかりやすい例えを使って紐解いていきましょう。このバイリンガル脳っていう考え方がもうまさに革新なんです。ジェミニーは後から絵の描き方を学んだんじゃなくて、生まれつき言葉と絵の両方を理解するネイティブスピーカーなんですね。だからこそ僕たち人間同士が話すような、もうちょっとこういい感じにみたいな複雑なニュアンスの指示が通じる。これが技術的な大躍進の理由なんです。じゃあ、AI ってどうやってオリジナルな絵を生み出してるのって思いますよね。その秘密が、このアイディア図書館っていう考え方にあるんです。AI は単に記憶を貼り付けてるんじゃなくて、犬っていう概念の棚と青っていう概念の棚から情報を取り出して、それらを組み合わせて全く新しい青い犬を想像する。これがオリジナリティの源泉なんですね。そしてこれです。この魔法の調整卓こそが、ジェムナイのあの精密な編集能力を支えている一番大事な技術と言ってもいいかもしれません。音楽のミキシング卓をイメージしてください。人物の顔、服装、背景がそれぞれ独立した音量のスライダーみたいになってるんです。だから服装のスライダーだけを動かしても、顔のスライダーは全く変わらない。これが驚くべき編集能力を可能にしてるんですね。さあ、ここからが本番です。ジェミニ 2.5 フラッシュイメージが持つ、まさに超能力と呼ぶにふさわしい革新的な能力を一つずつ見ていきましょうか。この AI が持つ最も画期的な能力、それがキャラクターの一貫性です。これまでの AI 画像生成を使ったことがある人なら、絶対あるあるって思うはずなんですけど、シーンを変えるたびに微妙に顔が違うそっくりさんが出てきちゃうんですよね。でもジェミニーは一度作ったキャラクターのデジタルパスポートを記憶して、どんなシーンにも同じ人物として登場させることができるんです。これってただ写真を切り貼りしてるわけじゃないんですよ。ポイントは AI が物体の三次元的な形とか素材のツルツルした質感、そして光の当たり方といった現実世界の物理法則をちゃんと理解してるってことなんです。だからこそできる賢い融合なんですね。これが示すのは、もう一発で完璧な指示を出す必要がないってことなんですよね。まるで隣にいるデザイナーさんと、ああでもないこうでもないって言いながら、だんだん理想に近づけていく感じ。想像の仕方が一方的な命令から双方向の対話へと変わるんです。で、これだけのすごい機能が信じられないようなパフォーマンスで提供されてるんですよ。このグラフが示すように、評価は世界トップクラス。スピードもほぼリアルタイムで実用的。
しかもコストは1枚あたり数円っていう信じられないほどの低価格です。これによってもう本当に誰でもこの最先端技術に触れられる時代が来たってことですよね。これすごくないですか？単にパターンを覚えてるだけじゃなくて、物事の原因と結果、つまり因果関係をある程度ちゃんと分かってるってことですよね。ジェミニが単なるお絵かき AI じゃないっていう何よりの証拠だと思います。さて、こんなにすごい技術が、じゃあ具体的に僕たちの身近なところでどう使えて、他の AI と何が違うのか、そのあたりをこれから見ていきたいと思います。これは特にクリエイターの皆さんにとってはとんでもないビッグニュースですよね。Adobe との提携で、プロの皆さんは使い慣れた環境で、この最先端 AI を使えるようになったんです。そして何より重要なのが、自分の大切な作品やクライアントの仕事が AI の学習データとして使われる心配は絶対にないっていうこの倫理的な約束です。Google の戦略を理解する上での鍵がこの表ですね。要は、何でも屋さんの万能 AI を目指してるんじゃなくて、適材適所でツールを使い分けましょうっていう考え方なんです。柔軟な編集や対話が必要ならジェミニー。とにかく最高品質の写真をゼロから作りたいならイマジェンというふうにですね。もちろん、どんなに優れた技術でも得意なこととまだちょっと苦手なことがあります。ジェミナイの編集能力とキャラクターの一貫性はもう他の AI の追随を許さないレベルです。でもその一方で画像の中にこんにちはみたいな日本語の文字を正確に描くのはまだ少し苦手なようですね。さあ最後に少し視野を広げてみましょう。この技術が僕たちの社会全体、特に創造性や仕事、そして真実そのものにどんな影響を与えていくのか、ちょっと大きな話をしたいと思います。この技術は誰もがクリエイターになれる時代の幕開けを告げる一方で、プロの役割を大きく変えていきます。これからのクリエイターに求められるのは、絵を描く技術そのものだけじゃなく、AI を的確に導いて最高の作品を引き出すアートディレクターとしての能力なんですね。もちろん、これだけリアルな画像が作れるようになると、心配なのがフェイク、偽の画像ですよね。それに対する Google の一つの答えが、この深水度 ID という技術です。これは AI が作った画像に僕たちの目に見えない電子透かしを埋め込むもの。これが AI 製であることを証明して透明性を確保するためのすごく重要な一歩なんです。今日ずっと見てきたように AI はもう僕たちが命令するだけのただの道具じゃないんですよね。僕たちのアイディアを理解してもっと広げてくれる賢くてそしてすごく忍耐強い相棒なんです。さあ、この解説を聞き終えた今、皆さんはこの新しいパートナーと一体何を作り出してみたいですか？